日本の刀で浮世絵版画で漆でこの根付っていうのはこの四大美術として世界中が認めてくれているわけなんです。で美術館博物館に必ずあります。イギリスの大博物館だっていっぱいストックしてますからね。まあ有名なところでやったらやっぱ高円宮さんもう亡くなりましたけど、高円宮さんはねよくこの展示会行くとね説明するまで黙って見てるんです。で説明が終わるとおもむろにこうやってこう掴んでこう触りながら話をするわけです。手の中に収まるようなやつはいい根付ってよく言われるんですけどね。日本人は特にねその縁起のいいもの、栗は勝ち栗、病気に勝つとか勝負に勝つとか、ナスは物事なす、タケノコはまっすぐ伸びるとか、そういうような言われがあって、そういったものが大体多いですね。これがからくりですね。これ豆がこの中で動くんですけども、後からまた違う木で入れてあるんで、このひょうたんから駒ってやつね。歩が一番いいですよ。ね、相手の方へ行けば木になるんやからね。虫がこう出てくる栗虫。まああれも種類がねいろいろあるんです。いろいろ作っとるんで。だから意外とね小田原提灯みたいに上から下までズボッとなっとるやつっていうのは作りやすいんだ。ところが五章型っつってこういうやつっていうのはね意外と作りにくいんです。横から見えるんです横が。芯をずらしてやらなあかんっていう。これ小さいから余計こうややこしいんです。ちょっと本当に産毛みたいなちょっとついただけで動きませんからねこれ。からくりっていうのは昔からあったもんなんです。あんまり見なくなったけど、それをもうちょっとね高度なやつを作っていきたいなっていうのは僕は欲望としてはあるんですけどね。作品に動きがあるか温かみがあるかで危なくなく安心して持っておられるか、落としたらパンとかけていくんじゃないかっていうようなその危ない作品は作るなっていうことですね。伊勢の次は60年でだいたいこのぐらいかな。60年だいたい平均がね。ところが九州の薩摩川では60年経ったらこんなになりますから、倍ぐらい育ちが遅いんですこちらは。遅いってことは芽がぎゅっと詰まってるから非常にいいと。だからそれがある程度硬さがあって粘りがあると耐久性があるっていうことですね。であと紐通しの穴が必ずいるっていうこと。ここで引っ張るわけです。とこういうになるわけです。45度で見えるということですね。日本人は特にそうだけどここへつけて俺はええの持っとうぜって言うんじゃなくてちらっと見えるこの辺の後ろにつけて通り玉にちらっと見えるっていうのを生きとしたその武士の時代があってそういったことでその一番いい見せ場が表へ出るようにとにかく穴を開けなあかんと。僕のはみんなこうやってして一応こうやってやっとるだけで普通はもう針金使いますけども U の字で引っ張りますけどこうやって出てくるっていうきれいにこう U の字に穴開けてあるわけですねこの中が。中にこうカックンとしたとこがあったら切れやすいんです中で引っ張っておるとね。切れないためにもちゃんと穴を開けなあかんと。で出てきたところはしっかり面を取ってないとそこの角でこう切れやすいんで面取りをしっかりしなさいとか。本当にキセルのタバコ入れるぐらいの穴が開いとったんですこの大きい方は昔のはね。紐通しの穴が一番こうすんなり入らないと一番あかんので、本当に昔の言葉で穴千両っていう言葉が根付けのために生まれただと言われとるぐらいだと僕は思うんですけどね。なかなかねこうやって開けとる人は少ないです。使ってるとやっぱりその自然の日焼けとか手の油とか布で擦れるとかそういったことでだんだん磨かれてくる。僕もこうやっていつもこうやってつけとるんですけどもこの鍵をつけるとかねこれでもう26年僕これ使っとるんですけども
だからこういう色になってきますし、だからもうとにかく我々はもう完成したものを作るだけ、あとそれ以上完成させるのはお客さんが持ってもらってとにかく大事にしてもらう、うまく使ってもらえばずっと一生持つわけですからね。で僕の場合はね、その中学卒業して名古屋木材っていう会社に入って、それから2年おって、でこの大工になって木ばっか預かってた。結婚してしばらくしてからですかね、腰を痛めまして、それで最初はまあその木に携わるもんと思って、仏像を作る職人になりたいと思ってしばらくはやったんですけどね、もう面打ちもやりました、置物もやったし、だからまあ根付はもう独学で刃物が研ぐ、木は見るって、だからその分だけでも他の人よりは良かったですね。ゼロからじゃなくて1段か2段上がったとこからが入ってるから。弟子入りしに来たのがおったんですけども、だから師匠とこはな、行くとなんかこう人がいっぱい来るやろって、野菜取れたやつ持ってきたとかスイカ取れたやつ持ってきたとか、そんな人ばっか来るやないって。でも来るともう大体お茶飲んで喋っとんねんけどね。だからそういうとこからヒントもらうこともあるんでね、逆に。だからもう常にもうそういうのや歩いとってもなんかないかなって探しますけどね。ヨット乗ってる人なんです。だから風神を作ってくれと言われて、まあ大人の風神やと風強すぎてあかんやろうかなと思って、子供の空気の袋っていうかな、空気入れとる袋に子供が上乗っかって、でこう口をちょっと緩めて、なおかつ口でふーってかって吹いとるようなこう感じのやつを作ったら、これまたえらい喜んでくれて、だから名古屋の人がそれ出た時に一回見に来たんですよ。これいいないいなって言いながらいまだにまあちょこちょこ来るんやけど、あの時買っとけばよかったよなっつっていまだに言いますもん。もう作らへんでしょって、いや気が向いたら作るよって言うといたんだけど。ただその根付けて高ってまず例が一つ二つ多いないかってよく言われるんでね。でもこれ一つ作るのにこんだけかかるんですよって言ったら、あ、そんだけかかったらそれはいるんかって言うてやっと納得してもらえますけども、見た人見たら「お、根付けつけとりやんか」って言うてくれるぞって、その時あんたどんな気持ちになるってどうじゃっていうことになるやろって言うんやけどね。なんとかするとね、本当に僕30万持ってきたんやけどさ、30万で買えるもんってどれ、これやったら30万に負けたらこれとこれやったら僕これ買ってきますわってこうでくる。で一つ頼みがあるんですけど、何って、いやこれ全財産なんでね、東京へ帰る電車賃だけ負けてくれって言うた人おって「いいよ負けたるよ」って言うて負けたったけど、でインターネットもで売ればって言うけど、それインターネットが嫌なんですよ僕は。実際来て手に取ってもあ、これはええわって言うて買うてくれたらけど、写真で見せて雰囲気が違ってたわって言われてね、そうやってするのもあれだし。だからより良いもの、よりいいもの、よりこう大事にしてくる。まあね、あんまりきちっときれいに作るばっかりじゃなくてね、こう見た時にね、目尻が下がる時ににんまりできるような作品っていうのが一番いいと思うんで、僕は。うん。だからそういうとこは大体取り入れているようにしとるつもりなんですけどね。だから他の人はね、中川さんのあったかそうに見えるってよく言うてくれるんで、それがもう本当に作っとる作家のね、喜びですわね。うん。